こんにちは、あやこです。今回は我が家でおすすめのベビーベッドを紹介したいと思います。息子は今1歳6ヶ月になるところで、なんで今更ベビーベッドを紹介するかっていうと、ベビーベッドの口コミを見ていると、半年とか1年で使われなくなりましたという意見もあったので、今の月齢でもまだまだ使えているベビーベッドで本当におすすめなので、あえて今動画にしたいと思い紹介することにしました。ベビーベッド選びの前に、そもそもベビーベッドを買うか買わないかで悩むこともあるのかなと思います。私たちはそこまで悩まずに、安全面の観点であったりとか、セルフねんねできる環境が整いやすいということで、ベビーベッドは必須かなという結論になっていました。まず先に購入したベビーベッドをご紹介すると、石崎家具さんから出ているワンタッチハイベッドパルというものです。ベビーベッドを選ぶにあたり、もともと求めていた条件がいくつかありまして、一つ目は長く使えるということです。日本の標準的なサイズ、ミニベビーベッドとかではなくて、レギュラーサイズのベビーベッドはだいたい2歳頃まで使えるものが主流です。それ以外にも海外製のベッドに多い印象ですが、オプションパーツを後から購入することで6歳頃まで使える多機能型のベビーベッドもあります。そして2つ目は、日中も赤ちゃんスペースとして活用できるもの。夜だけではなく、日中もリビングで使えるものがいいなと思いました。そのため、リビングから寝室、寝室からリビングまでの移動がしやすいものを選ぶ必要がありました。この2つの基準と私たちが検討していたベビーベッドをグラフで比較するとこんな感じです。ミニベビーベッドは狭いスペースでも設置しやすいので、賃貸物件の方とかにはおすすめなのかなと思います。だいたい生後12ヶ月頃まで使用できるものが多いです。また小さめなので、寝室やリビングで移動しながら使うことも可能なのかなと思いますが、我が家は寝室の扉が狭かったので、ミニサイズとはいえ解体しないと入らなそうでした。また、多機能ベッドは成長に合わせてパーツを追加することで、ベッドの大きさを拡大したり、ベビーサークルといった別のものとして使える特徴があります。これらは使える期間は長いですが、移動して使うことを想定しているものが少ないのかなと思いました。今回選んだ折りたたみで移動できるベッドは、最長で2歳まで使えるもの、折りたたんで移動ができるので、日中も使うことができます。数あるベビーベッドの中でもこのベッドを選んだ理由がありまして、それは余計な装飾のないシンプルなデザインが安全面の観点から気に入ったということです。例えば、ベッドの床を下段にした時に足がかりができてしまうようなデザインのものもあると思うんですが、そういったものは乗り越えられる可能性もゼロではないかなと思ったので、選ぶ時には避けたいなと思っていました。また、収納扉があるタイプのベッドだと、そこが開いてしまって赤ちゃんが挟まれてしまうという事故も過去にはあったようなので、そういったものがついていないデザインのものを選びました。続いて日中はどういった運用でやっていたかご紹介します。今でこそ息子は1歳6ヶ月なので、夜は寝るだけになっていますが、生まれてからしばらくは日中もベッドの上で過ごしていました。ベッドの上にいてくれると、何か不意に物を落としてしまってもヒヤリとすることはないし、かがまなくてもいいのでお世話が楽だと思います。まず朝起きたら赤ちゃんとベッドをどかして、ベッド横の2本のボルトを外してベッドを折りたたんで移動させます。この映像ではもうすでにベッドの位置を下段にしてしまっているので、そこが干渉してあまりギュッと折りたためていませんが、日中もベッドで過ごす月齢は上段、ハイタイプで使うと思うので、その場合は棚受けがうまくかわせるため、もう少し幅が狭くなって移動もしやすいです。少しステップは多いかもしれないんですが、慣れてしまえば毎日のことでも楽にできました。注意点としては、移動するときに
安定感がなくなるので、倒れないように注意した方がいいと思います。また、いつの間にかボルトが緩んでしまっていて、抜け落ちていたっていうことが1回あったので、通常使っているボルト以外はマステで取れないようにしていました。また、我が家では全然大丈夫だったんですが、柵を上段まで上げた時にガシャンという音がしてしまうので、その音で赤ちゃんがびっくりして起きてしまうという可能性もあるようです。何も考えずに閉めるとこのぐらいの音です。で、ゆっくり閉めるとこのぐらいの音です。確かに繊細な赤ちゃんだと音にびっくりして起きてしまうのかもしれないです。はい。以上、賃貸物件でおすすめのベビーベッドのご紹介でした。おそらく対象年齢の2歳まで使うだろうし、本当にあってよかったなと思っています。参考になれば嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。